序章ビザンツ帝国、東ローマ帝国とは何だったのか。アンナ・コムネナの時代を知るために本題の話に入る前に、この物語の背景となるビザンツ帝国について簡単にお話しさせていただきます。ビザンツ帝国とはローマ帝国の正当な後継国家であり、ギリシャ語とキリスト教文化を中心とした中世ヨーロッパとは異質な帝国でした。一般的に私たちがローマ帝国と聞くと、剣とグラディエーター、ラテン語やコロッセオなどを思い浮かべると思います。でもそれは西ローマ帝国までの話。アンナ・コムネナが生きたのは東ローマ帝国ビザンツ帝国の時代。これこそが生き延びたローマだったんです。西ローマ帝国滅亡後も1000年続いたローマ。476年に西ローマ帝国がゲルマン人によって滅ぼされた後も、東半分のローマ帝国は生き延び、首都コンスタンティノープルを中心に国家運営を続けました。この国が後にビザンツ帝国と呼ばれることになります。ただし当時の人々はビザンツ帝国なんて呼び方はしていませんでした。彼らはずっと自らのことをローマ人ローマイオイと名乗り、国家もローマ帝国と呼んでいたんです。言語はギリシャ語、宗教は正教会。西ローマではラテン語が公用語でしたが、ビザンツでは早い時期からギリシャ語が公文書でも使われるようになり、やがて事実上の国語になります。また宗教はキリスト教正教会が中心で、ローマカトリックとは儀式や思想が異なりました。1514年には東西教会が決定的に分裂。アンナ・コムネナの時代はまさにこの東西のキリスト教世界が対立していたタイミングでもあります。コンスタンティノープル世界最大級の国際都市、首都コンスタンティノープルは商業、文化、軍事の中心地として繁栄していました。イスタンブールの旧市街がその名残です。その町には巨大なドームを持つガリア、ソフィア大聖堂、豪華な宮殿群、古代ローマから受け継がれた競馬場、ヒッポドロームなどが並び、まさにローマの理想都市の再現でした。十字軍との微妙な関係。アンナ・コムネナの時代、ちょうど第1回十字軍が東方へと進軍してきました。彼女の父アレクシオス一世はこの十字軍を巧みに利用して領土を回復しようとしたのですが、十字軍との関係は決して単純ではありませんでした。アンナ自身アレクシアスの中でフランク人西欧の兵士たちを野蛮で自己中心的と批判しています。東西キリスト教世界の溝がここでも露呈していたわけです。つまりビザンツ帝国とはローマの名を継ぎながらギリシャ文化とキリスト教正統派を融合させた中世最大の複合文明だったのです。そしてその独自性こそがアンナ・コムネナという知性と野望にあふれた王女を生んだ背景なんですね。第一章王女アンナ・コムネナの誕生と得意な育ち、皇帝の娘として生まれたアンナの幼少期。アンナ・コムネナは皇帝アレクシオス一世の娘として当時の常識を超えた特別な教育を受けた存在でした。ビザンツ帝国の宮廷では女性は基本的に政治や学問の世界から遠ざけられていたのです。しかしアンナはその例外でした。アンナは1083年にコンスタンティノープルで生まれ、皇帝の娘として大切に育てられました。しかも父アレクシオスは娘の知性に早くから気づいていたようで、アンナに当時最高レベルの教育を与えました。哲学、神学、天文学、さらには医学まで、まるでビザンツのレオナルド、ダ・ヴィンチといえるような教養人になっていくんです。つまり彼女は王女であると同時に学者としての道を歩み始めていたのですが、男性顔負けの教育、哲学、医学、歴史への没頭。アンナはまるで知識の亡者のように学問に没頭しました。当時のビザンツ宮廷では知識は男性のものでした。でもアンナはその常識に真っ向から挑んだんです。アリストテレス哲学を原文で読みこなし、ガレノ数学を実際に学び、歴史書を独自の視点で読み解く。さらに修道士たちと議論を交わす姿も記録されています。まるで王女という身分の仮面をかぶった学者だったんですね。アンナは王女という立場を最大限に利用して、女性には許されなかった知の世界に自らの居場所を作り出したんです。当時としては異例の女性知識人の誕生背景。アンナのような女性知識人が登場したのは非常に稀なことでした。11世紀ビザンツでは女性の学問は制限されており、アンナのような存在は異質でした。当時女性が書いた書物が歴史に残ることはほとんどありません。しかしアンナは後に自らアレクシアスという全15巻の歴史書を執筆しました。
これは古代ギリシアやローマをも含めた西洋史の中でも非常に珍しいケースなんです。つまりアンナは時代の壁を突破したビザンツ初の本格的な女性歴史家と言えるでしょう。第2章後継者の夢とその崩壊。父アレクシオス一世の寵愛と期待。アンナは父アレクシオスから大いに期待されており、将来的な政治関与も想定されていた可能性があります。アンナは長女として生まれ、父の片腕のような存在として育てられました。実際アレクシオス一世の晩年には宮廷内でアンナが外交文書の草案を作ったり、宗教会議で発言した記録も残っています。これは極めて異例なことでした。つまりアンナは単なる王女ではなく準後継者として育てられていた節があるんです。皇帝の座を狙ったアンナの野望と誤算。アンナは弟ヨハネスが皇位を継ぐことに納得せず、自分こそが後継にふさわしいと考えていました。長年皇帝に近い立場にいたことで、アンナは自然と自分の力を過信してしまったのかもしれません。父の死後、弟ヨハネス2世が即位すると、アンナは激しく反発。母イレーネと共にヨハネスに対抗する派閥を宮廷内に作り始めます。これが後のクーデター未遂につながっていきます。アンナの政治的野心はついに皇位簒奪へと舵を切ることになったんです。弟ヨハネス2世との確執と敗着の瞬間、アンナの運命は弟との確執によって大きく狂っていきました。ヨハネス2世は姉の影響力を危険視しており、徹底的に排除しようとしたからです。宮廷内の陰謀が露見し、アンナは全ての権力を剥奪、政治の表舞台から完全に姿を消します。そして皇位をめぐる争いは彼女の修道院送りという結末を迎えることになりました。これはまさに王女から反逆者への転落劇だったわけですが、第3章王宮の裏で進行したクーデター計画、皇位簒奪計画の全容と関係し、アンナ・コムネナは母と手を組み、弟ヨハネス2世の即位を阻止しようとクーデターを企てました。父の死後、アンナは自分こそが後継にふさわしいと信じており、その考えを行動に移したのです。この陰謀には母イレーネやアンナの夫であるニケフォロス、ブリユレンニオスも関与していたと言われています。特にブリユレンニオスはもともと軍人としても評価が高く、彼が前に出れば人望を得られるとアンナは考えたのです。彼女は夫を担ぎ上げ、自分たちで王朝を築こうと画策しました。つまりこれはビザンツの女たちによるクーデターだったともいえる非常に珍しい事件なのです。結婚目前で崩壊した女たちの陰謀、アンナたちのクーデターは実行直前で内部から崩壊しました。決定的だったのは夫ブリユエンニオスの及び腰でした。夫ブリユエンニオスは皇帝の座を奪うという野心的な行動に強く反対し、最終的には協力を拒否します。このため軍を動かすこともできず、計画は事実上頓挫。彼は後に私は野心家ではないと公言し、アンナの野望は完全に裏切られた形になりました。つまり夫の非協力が致命傷となり、アンナのクーデターは夢で終わったわけです。計画失敗と修道院への追放、クーデター失敗後、アンナは全ての称号を剥奪され、修道院で追放されました。宮廷内での影響力を持ちすぎたアンナはヨハネス2世にとって危険な存在とみなされたからです。宮廷記録によると、アンナは皇族としての称号を奪われ、罪を悔い改めるためという名目で修道院に幽閉されます。しかしその修道院生活はただの隠遁ではありませんでした。アンナはこの幽閉期間を利用して後世に残る偉業を成し遂げるんです。アンナの政治人生は終わりましたが、ここから彼女は歴史家として新たな人生を歩み始めます。第4章幽閉生活で書かれたアレクシアス、政治的失脚と文学的昇華。修道院に追われたアンナは失脚を逆手に取り、歴史書アレクシアスを執筆します。父への愛情、王女としての誇り、そして失われた権力への未練が彼女を筆へと駆り立てたのです。アレクシアスは全15巻、ラテン語やギリシア語の資料を駆使し、父アレクシオス一世の知性を描いた一大叙述です。ただの史実記録ではなく、アンナの感情が込められた愛と忠誠の物語でもあります。アンナは筆を通じて王女としての威厳と知性を後世に残したのです。父への異常なまでの賛美の背景、アレクシアスでは父がほぼ神格化されるほどに美化されています。アンナにとって父は唯一信頼できる理想の皇帝だったのです。
例えば彼女は父が死の床にある時の描写にあまりに感傷的な表現を用いています。天使が父の魂を迎えに来たとまで書いているほどです。この感情の強さは単なる親子愛を超えた帝国への忠誠とも言えます。アンナは父を称えることで自らの正当性と知性も同時に記録に刻みたかったのでしょう。女流歴史家という先駆者の誕生。アンナ・コムネナは世界史上初の本格的な女性歴史家として歴史に名を刻みました。古代や中世において女性が公的に歴史を書くこと自体が極めて稀だったからです。アレクシアスは後の中世史やビザンツ史研究において不可欠な一次資料とされています。しかもその語り口や表現は当時の男性歴史家に負けないどころかしばしば彼らを凌駕するほどの説得力を持っていると評価されています。アンナの知性と筆力はまさに追放された王女が後世の学者を魅了する存在へと変貌した証拠です。第5章アンナ・コムネナは何を残したのか。ビザンツ女性の社会的役割を変えた存在。アンナはその知性と行動力で女性の可能性を広げた先駆者でした。宮廷政治に参加し学問に身を投じた彼女の姿勢は多くの女性に影響を与えたからです。後世のビザンツではアンナに触発された女性貴族が独自に書簡や記録を残すようになります。修道院での女性が教育を受ける機会が少しずつ増え始めたという記録もあります。アンナは単なる一人の歴史家ではなく女性の知と表現の可能性を切り開いた先駆者だったんです。現代の歴史学者が語るアンナの影響力。現代の歴史学者たちはアンナ・コムネナを女性の声を歴史に刻んだ存在として再評価しています。長らく父親を美化しただけの王女とみなされていた評価が変わりつつあるのです。最近の研究ではアンナの記述スタイル、引用文献の正確さ、資料批判の能力が高く評価されるようになっています。特に彼女が描いた十字軍の描写は当時の西欧中心の視点とは異なり貴重な東ローマの視点として再評価されています。アンナは現代の歴史観を揺さぶる声を持った中世女性として注目を集め続けているのです。知の野望として語り継ぐべき王女の真実。アンナ・コムネナの人生は知と野望の物語でした。彼女は権力を追い求め挫折し、それでも知識の力で歴史に名を残したからです。皇帝の娘としての征夷、クーデターという政治的挑戦、修道院での学問的達成、全てが彼女の王女としての誇りから生まれたものでした。アンナの物語は今を生きる私たちにも何を残すかという問いを投げかけてくるのです。